こんにちは、黒崎です。今日もですね、青野原のろろちキャンプ場に来てます。昨日から来てるんだけど、昨日ね、結構雨が降って、で、この道志川の上流にダムがあって、ダムから放水があって、ちょっとね、川の水位が上がってます。上がって、ちょっと水も濁っちゃってるかな、っていう感じですね。こんな感じですね。本当はもっと住んでるんだけど、今は、雨と放水の影響でちょっと濁ってる感じですね。で、このキャンプ場は実は去年の10月、11月忘れちゃったけど、すごい大雨降った、台風が来た時に大雨が降って、すごい、この辺一帯流されちゃったんだよね。あそこは見えるかな？でかい木が横たわってるところがあると思うんだけど、あれ、根っこが見えるのね、あそこの木って。で、実は、あの木ってもともとなくて、あれ、上流から流れてきたんだよね。上流から流れてきた。あそこ、川の水ってね、水位ここなんだよ。で、あそこまで木が流れてきたってことはどういうことかっていうと、あそこまで水位が上がったってことなんですね。水位。何メーターぐらいだろうな。3、4メーター水位が上がってしまったわけですよ。なので、ここのキャンプ場、ここだけではないんだけども、道志川沿いのキャンプ場って、去年の台風でね、結構壊滅的に流されてしまったんですよね。で、ここのキャンプ場は、そこまで水位があって、どこまで流されたかっていうと、バンガローとか、あったわけですよ。上流の方にね、受付のところがあって、そこからだんだんっていう風に川に近づいてくるんだけど、一番高いところに受付があって、その横にバンガローとかあったんだけども、それがね、全部川で流されて、増水で流されちゃったんだよね。で、この辺の、大きい石とかも流れてきたし、この辺の砂利とか全部流されて、もうほんとね、本当に壊滅的でしたね。キャンプ場とは言えない、もう岩がもう丸見えで、もうテントなんか張れない状況だったんですよ。なんだけど、このオーナーさんと、ここの常連さん、ファンの人たちが、手伝って、なんとか、人が泊まれる状態にまでなりました。で、今では、もう、ほぼ、流される前に、限りなく近づいてきているっていう感じですね。本当よく、復興というか、していただけたらというのが思います。で、ここで僕が思うのは、ファン。ファンのありがたさというか、ファンがいることの大切さみたいなのをやっぱり、感じていますね。で、僕は、お金がいらない世界を作りたいとか、本当にやりたいことをやれる世界を作りたいとか、そういうことをずっとビジョンとして持っていて、それを話しているんだけども、これね、一個やっぱ鍵になるのはお金だなというふうに思います。で、本当にやりたいことをやり続けるためには、お金というものに向き合って、お金で解決するっていうことをやめないと、それはできないんだなというふうに思うんだよね。ここもさ、ここのキャンプ場も、この台風によって流されてしまった。で、そこを復興させるためには、すごい莫大なお金がかかるわけですよ。通常であれば。で、多くの人はそういった困難にあって、お金がかかるってなった時に諦めてしまうんだけれども、お金がないとそれを続けられないんではなくて、お金がなくても続けられるような状態にするっていうことが僕はすごく重要なんじゃないかなと思うんです。これは会社でも、こういったキャンプ場という、一つの事業でもそうだし、個人的な生き方だとか、個人的にやりたい活動みたいなこともそうなんだけども、お金がないってなった時に、それをお金で解決するんではなくて、お金以外のもので解決するっていう風に考え方をシフトさせていくってことがすごく重要だなというふうに思います。で、やっぱり、その解決策はやっぱり
ファンがどれだけいるかだと思うんですよね。それは、例えばここのキャンプ場では、通常であれば、そのね、こうしたキャンプ場を建て直すみたいなのがお金がかかるじゃないですか。誰か、なんか工事をするってことで、お金がかかる。どうしてもお金がかかってしまうんだけども、それがファンがいることによって、ファンが、このキャンプ場を残したい、ぜひ復活させてもらいたいという気持ちから、善意で自分の経験、スキル、能力、知恵、そうしたものをシェアするっていうことがあったんですよ。だから、これだけ早く復活できたんだなというふうに思います。やっぱりファンがいるってことですね。なのでファンっていうのはやっぱりお金のつながりではないわけですよね。お金のやり取りはもちろん発生はするんだけども、それよりも深い、ここのオーナーさんたち、スタッフさんたちとのお客さんとの心の交流があって、お金を超えたもののつながりがあるからこそ、そのお金のやり取りがなくても、ここのキャンプ場が復活できたんじゃないかなというふうに思います。で、これをね、やっぱり個人ということで考えると、個人じゃあ本当にやりたいことをやろうとしたときに、じゃあどうしてもお金がかかる。お金がかかる。こうなったときに、そういうお金の問題をお金で解決するんじゃなくて、そうした自分がやりたいことを応援してくれるファンがどれだけいるかっていうことがすごく重要なんじゃないかなと思うんですよね。アインシュタインの言葉で言うと、目の前の問題、今目の前で起こっている問題を解決するためには、その問題を作り出した時と同じ意識レベルでは解決することができないということを言ってるんですよね。目の前に何か困ったことがあった。で、この困ったことを解決するためには、その問題を作り出した時と同じ意識レベルでは解決することができないということです。なので、お金の問題が発生した。お金がないからやりたいことができない。お金がないから、何かこうした災害があった時に、キャンプ場を復活させることができない。これ全部お金の問題じゃないですか。で、この問題を解決させるためには、お金の問題を、それまでと同じ意識レベルでは解決しようとしてもできないということですよね。だからお金の問題をお金で解決しようとしてもできないんですよ。今コロナでいろんな会社さん、が、経営が立ち行かなる、経営が立ち行かなくなるとか、生活が立ち行かなくなるとかあるじゃないですか。これって結局はお金の問題なんですよ。で、このお金の問題を、じゃあ給付金だ、なんだって言って解決しようとしても根本的には解決できないんですよね。解決できない。一時的に生活は助かるかもしれないけれども、根本的な解決に至らないわけですよ。なのでこれっていうのは何かっていうと、やっぱりお金の問題をお金で解決しようとしているからなんですよね。じゃあどうしたらいいのかっていうとね、これは僕の考えですけれども、お金の問題をお金以外で解決するってことを考えなきゃいけないなというふうに思います。で、そのお金以外っていうのは何かっていうと、これは僕の感覚というか実感で言うと、人ですね。人。お金の問題をお金で解決するんじゃなくて、お金の問題を人で解決するっていうことを意識して行動していく。お金がないかったらお金を稼げばいいじゃない。ではなくて、お金の問題を人というもので、解決していくということが僕は重要じゃないかなと思います。このキャンプ場にしても、お金が、じゃあ復活のためにお金がない。じゃあお金がないものを、じゃあお金が入ってこない。それを、銀行からお金を借りるのか。あとは、自治体とかから補助金が出るのか、助成金が出るのかっていうことももちろん考えるとは思うんですけど、それっていうのはお金の問題をお金で解決しようとしているだけなんですよね。なので一時的に助かるかもしれないけれども、また同じようなことがあったら、銀行にお金借りなければいけないし、助成金だなんだかんだっていうのは制度が変わってしまったら、もう、そこは当てにできないわけですよね。だとするのであればどうするかというと、
何か困った時に助けてくれる人がどれだけいるかということじゃないかなと思うんですよ。結局は人ですよね。このキャンプ場、どうしても残したいんです。助けてくださいって言った時に、助けてくれる人がどれだけいるのか。もしかしたらお金が集まるかもしれないし、お金以外に、何か食料が集まるかもしれないし、必要な、道具が集まるかもしれないし、そこは何が集まるかわからないけれども、結局のところ人とのつながりっていうものがお金の問題を解決させるんじゃないかなというふうに、僕は感じています。SDGs、国連が掲げる SDGs に関しても、貧困とかね、飢餓とかね、いろんな問題があるじゃないですか。あれをやっぱりね、お金で解決させようと思ってもやっぱできないなと僕は感じてます。一時的に解決したように感じるかもしれないけれど、結局のところお金が問題になってくるので、そうしたらいつまでたってもお金の問題って解決されないなと思うんですよね。じゃあそうなった時にやっぱりどうしたらいいかなというと、やっぱり人、解決策の糸口は人にあるんじゃないかなというふうに僕は感じています。なんか、ね、今、思いついたままバーッと喋りましたけど、ちょっとね、この、昨日の雨の増水と、流れてきた木を思い出したら、なんかそんなことを感じたので、ちょっと、独り言を言ってみました。そんな感じで、これからもね、人というものを、やっぱりつながりを大事にして、僕は、自分の生きた生き方をしていこうかなというふうに思っています。ということで、今回は以上です。